今回の動画は、これ、防音室なんですけど、DIY で自作して防音室を作りましたっていう動画なんですけど、ちょっと見てほしいんですけど、遮音性能等級っていうのがあって、ヘルツごとに音量がどれだけ減衰するかっていうのを、こういうデシベル計っていうのを使って測定したら、もう 125Hz、この辺の低い音でも40デシベルとかいったんですよ。で、1キロに至っては65とか、3回取ったんですけど、3回計測しても同じようなデータが取れたんで、おそらく控えめに言っても DR40、そのレベルの防音室ができちゃいましたっていう動画です。かかった予算は、今計算したんですけど、全部で 96,387 円なんで、10万円かかってないんですよ。ヤマハさんとかで1畳サイズ、0.8 畳ぐらいなんですけど、これ買おうとすると100万超えるっていう。それを DIY で作れちゃったって、そういう動画なんですけど、多分 YouTube でそんな動画上げてる人いなくて、こういうロス内換気扇とか全部つけて10万かかってないです。これがロス内換気扇。で、これ吸音材とか、カーペット、有効ボード、机、照明。この辺を全部入れて10万かかってないんですよ。こういうスピーカーとか MTR とかマイクとか別ですよ。なので、検索とかで防音室って検索して僕の動画にたどり着いた人は、これ真似て作ったら DR40 のレベルの防音室が自作できます。興味ない人は、この動画30分以上かかる動画なのかな、まだ編集してないんでわかんないんですけど、長くなると思うんで見なくていいです。この動画は、防音室を作ったら、すごいいい性能のものができちゃった。10万かかんないで。そういう動画になります。ここのスペースに防音室作ります。動機としては、外の声とかはどうでもいいんですけど、この前来ちゃったおばちゃんっすね。こういう人が出てくると、さすがにいよいよ作らなきゃまずいかなって。家の中にいるのに、そのプライバシーが守れなくなってしまう。もともと防音室は欲しかったんですよ。この家窓が多いんで、外からの環境音って結構中に入ってくるんですけど、厄介なのが家の上を飛行機が飛ぶんですよ。ブー言うて。それが結構うるさかったり、僕は古物商なので、友達の仕入れとか家で手伝ってあげる、ネット上で仕入れたりするんですけど、今ってテレワークみたいな感じで、ズームで会議したりするんですよね。で、そこで話す内容って、ビジネスの話なんで、コンプラ的にね、あまり外に出したくない話とかもあったりするんで、この機会に作っちゃおうって思いました。あとは、僕はバンドとか楽器をやって育ってきたんで、防音室自体に憧れ、馴染みがあるんで、一つ持ってみたいなっていうのはあったんですね。喋る動画なんかも作るんで、そういう時に使いたいなっていうのがありました。窓が多いのはいいんですけど、うち雨戸がついてないんですよ。なので、一つちゃんとした防音室が欲しいなって思いました。ホームセンター行って材料何使おうかなっていろいろ調べてて、ただ今物価がね全体的に上がってて、木材なんかも高騰してるんで全体的に高いんですよね。割高。 MDF ボードなんかはもう5000円台とかなんで、
ランバーコアとかもね、まず手が出ないですね。っていうので石膏ボードやっぱり安いっすね。あと加工もしやすいし、ホルマールデヒトとかも出ないんで、もうこれ一択っすね。今回は 12.5mm の厚さのを使いました。石膏ボードを留める骨組みに使う木材ですね。最初 1x4 で止まるかなと思ったんですけど、ある程度重さが出るんで 1x4 はやめて 2x4 にしました。 2x4 も昔に比べるとやっぱり高いですね。材料がある程度決まったんで、あとは防音室で使う遮音シートと壁と壁の間に入れる断熱材、あとはシンプソン金具とか買いました。石膏ボードのサイズが分かったんで、あとはそれに合わせて骨組みとして使う木材をカットしてもらいました。自分でカットするのはさすがに大変なんで、ホームセンターでやってもらいましたね。ワンカット50円ぐらいしかかかんないんで、同じ長さのものは一気に何枚も切ってもらいましたね。今床に敷いてあるプラダンのサイズが1畳になります。設計図とか書かなかったんで、もうこのサイズの防音室を作るっていうふうに決めました。一人で制作するつもりだったんで、こういったシンプソン金具とかを使うと直角が出るんで用意しましたね。長いビスで留めるよりも強度も出ると思います。とりあえず四隅をシンプソンで留めました。これが横の壁になります。石膏ボードを留めるための柱ですね。真ん中に打ち込みました。っていうのを2つ作りました。今度は針を通します。これもちっちゃいシンプソンですね。これで留めていきましたね。本当は下穴を開けてからビス留めした方がいいんですけど、めんどくさいんでそのまま突っ込んでます。今ここをシンプソンで留めてるんですけど、 150mm 15センチのビスが売ってたんで、これでこう留めた方がいい気がするんですよね。ちょっとね歪むんですよ、これつけると。でここ壁が入るんで絶対当たるし、なので変更してシンプソン使わずにここはビスで留めようと思います。ここはさすがに下穴を開けてからビス止めしました。
これで骨組みが完成です。ホームセンターでカットしたものを電動ドリル使ってビスで留めるだけなんで、まあ簡単な作業です。骨組みが完成したので、今度は遮音シートを貼っていきます。遮音シートはゴムでできているシートなんで、カッターで簡単に切れました。今回使ったのはダイケンさんの遮音シートです。タッカーを使って下地の柱に打ち付けていきます。壁に対して一面ずつカットして貼っていくんじゃなくて、僕は左の壁、天井、右の壁1枚で貼っていきましたね。カットしてしまうとその分遮音性能落ちるんじゃないかなって思います。たるんだり曲がったりしないように、友達に手伝ってもらいながら2人で貼っていきましたね。床はプラダン、遮音シート、コルクマットを敷き詰めようと思います。その上にこの建物が乗る、それだけですね。遮音シートが貼れたので、こっからは石膏ボードを貼っていきます。大量に買うと邪魔なので、使う分だけ買い足していくっていう感じで石膏ボードは買ってきました。こんな感じの石膏ボード用のビスが売ってるんで、それを使いました。外の壁の石膏ボードが貼り終えたので、今度は壁と壁の間に入れる断熱材、ロックウールですね、これを敷き詰めていきます。ロックウールもタッカーで留めていきました。長すぎて入らないものはハサミでカットしてパイオランテープで留めました。中のロックウールが飛散するんで、ハサミでカットした時は気をつけた方がいいですね。こんな感じで 2x4 の厚さ分敷き詰めていきました。天井は貼るか迷ったんですけど、いらないかなと思って貼りませんでした。外の壁の石膏ボード、もともと石膏ボードのサイズで骨組みを作ったので、カットする必要もなくて、そのままビスで留めただけです。ケーブルなんかを通すための穴を開けました。ホールソーで開けたんですけど、石膏ボード弱すぎてボロボロになるんですよね。そのまま使うと石膏ボードがねボロボロ落ちてくるんで、
マスキングテープで補強しました。外の壁がついたんで、今度は内側の壁ですね。内側の壁はサイズが変わるんで加工が必要です。石膏ボードはカッターとかノコギリで簡単に切れるんで加工が簡単です。ボードがでかすぎて中でかわせらんなくて入らないので、縦から半分に切ります。入りました。ロス内換気扇ですね。こんな感じで端材で下地を作って、ここにネジで留めていくって感じです。防音室の中は密閉された空間になるんで換気扇必須なんですよね。中修正しようかなと思います。ロックウール入れすぎてるんでちょっと調整したいのと、真ん中に多分3が必要なんですよね。横の柱、それを入れます。ホームセンターでそれっぽい木材買ってきてつけました。ついでにロックウールの向きも壁に密着させろって書いてある方を裏側、外壁側に向けるように貼り直しました。壁と壁の間にロックウールを入れる理由って太鼓現象って言って中で響いちゃう、空間があると響いてしまうんで、それを止めるためなんですよね。だからロックウールである必要性はないんですけど、大量に揃う建材なんでそれを使ってるっていうだけです。なので隙間に関しては実家に余ってた新聞紙ギチギチに丸めて詰めていきました。ドアですね。ドア枠というか、僕は開口部って小さく作った方が絶対防音室いいと思ったので91センチっていう高さで作りました。ドアの上の部分の壁に換気扇をつけようと思ったので、こういう自由切りっていうのが売ってて、僕もともと持ってたんですけど円形を切れるんですよ。それを使って穴開けましたね。ドアの設計が決まったんで、一番手前の内壁、これをはめていこうと思います。もうこの辺りからは実寸測って切り出してますね。なるべく隙間を作らない方が遮音性が上がると思うので、石膏ボードなんかをカットするときは精度を上げた方がいいですね。ロス内換気扇の塩ビパイプ、ここはシーリングが必要なのでシリコンでみっちり打ちましたね。いらないパイプはカットしました。石膏ボードに遮音シートをタッカーで打ち付けました。ここの部分は防音性能が下がると思うので、余ってる石膏ボードの端材を敷き詰めました。ですのでロス内がついてる壁は石膏ボードが3枚入る予定です。外壁のロス内用の穴開けですね。電動ドリルに装着して穴開けれるんですけど、ちょっと危なかったんで手で回して開けてます。ロス内本体がついている内側の壁の穴と
外側の壁の穴のサイズが違うんで気をつけた方がいいです。外壁側はパイプがギリギリ入るぐらいの大きさに施工した方がいいと思います。外側カバー売ってるんでそれ装着しました。一応パイプの周りシリコンでコーキング打ってあります。内側の壁の石膏ボード隙間をコーキング剤で埋めていきます。これもシリコンですね。一応マスキングテープで印をつけたんですけど、これいらなかったかもしんないですね。石膏ボードの隙間にそのままシリコン打っても大丈夫だと思いました。ホームセンターで見切り品みたいな感じで安くシリコン売ってたんで、それを5本ぐらい買いましたね。こんな感じでみっちり隙間を埋めていきました。多少汚くても吸音材とか貼るんで大丈夫です。それよりもしっかり隙間にコーキングが入ること、そっちの方が大事ですね。コーキングをしっかり入れることによって密閉空間ができます。つまり音が漏れづらくなるっていうことですね。コーキングが乾いたんでロス内換気扇の本体を取り付けましたね。これプレートがついててそこに引っ掛けてネジで留めるだけなんで簡単につきます。ロス内換気扇は市販されている防音室にも取り付けられているものなので、一緒に吸気と排気ができるってところがメリットですね。昔に Q ちゃんのキャットウォークを作った時に丸々1本 2x4 余ってたんで、これを使って扉本体を作りました。扉は素材をいろいろ悩んだんですけど 2x4 で作ることにしました。すべて90センチで切ってもらって家に余ってた 1x4 で全部留めていきます。こんな感じの扉になりますね。長板もいろんな種類があって何を使おうか迷ったんですけどね、全かぶせタイプのスライド長板ってやつを選びました。ホームセンターだとちょっと高かったんで Amazon で探して買いましたね。スライド長板を選んだ理由は扉を作って修正するときに取ったり外したりが簡単にできるんですよね。あとは普通の長板を使うと彫刻刀で彫り込んだりしなきゃいけないんですけど、それがすごい手間なんでやりたくなかったんですよ。スライド長板は取り付けた後に扉の位置を上下前後左右数ミリ単位ですけどずらすことができるんですよ。扉がちょっと重いんで使えるか分かんなかったんですけど買ってみました。扉側はこんな感じでホールソーで穴を開けて加工が必要なんですけど、それさえ開いちゃえばもう取り付けられます。2x4 と 2x4 の間にコーキング打ちました。この部分のコーキングも施工の美しさより隙間にみっちりシリコンが入ってる、こっちの方が大事ですね。扉内側に遮音シートを貼ります。この後遮音シートの上に
石膏ボードの端材を貼って吸音材貼って完成です。Amazon で2000円ぐらいで安く売ってた LED ライトを取り付けました。コーキングが乾いているのを確認したら吸音材貼っていきます。ウレタンなんかでできてるなみなみしたやつとかそういうのもあるんですけど、今回はウール、これを四角く固めたやつを買いました。でこれを100均のグルーガンで留めていきます。吸音材なんかもカッターで簡単に切れます。この吸音材を選んだ理由はホルムアルデヒドが出ないって書いてあったんで選びました。こういった防音室なんかの密閉空間、さらに狭小の場所ってホルムアルデヒドマジで気をつけた方がいいんですよね。シックハウスが簡単になるんで、喉イガイガしたり頭痛くなったりするんで、使う吸音材なんかはだいたい中国製で大量生産とかされてて、何使われているかよくわかんないやつとかあるんで気をつけた方がいいですね。こんな感じで戸当たりの部分に遮音シートの裏側、ゴムですね、ここがぶつかるように作りました。スライド長板の調整ですね。ここに出ているネジで前後上下左右場所をいじれるんですけど、扉が重すぎて上下は無理でしたね。ただ前後左右はいけましたね。扉裏側のゴムと戸当たりについているゴムが冷蔵庫みたいにぶつかって密閉ができるっていう計算です。通常防音室についてるハンドルってグレモンハンドルってやつがついててガッチャンって閉めれるやつなんですけど、めちゃめちゃ高くてなんか代用できないかなってことでクレセント錠、サッシについている鍵ですね、これを使いました。本体を端材で固定してメス側も扉側につけて施錠をすることで手前に引っ張ることができる、そういう計算です。クレセント錠の取り付けはこれも実寸っていうか、表側から友達に扉をずっと押してもらって密着させた状態で位置を出して取り付けをしましたね。この部分がしっかり手前に効いてないと多分防音室として成立しなくなるんで気をつけた方がいいです。ケーブル類を通すために開けた穴は表の壁も裏の壁も油粘土で塞ぎました。予算が結構余ったので床にタイルカーペット敷こうと思って選びに行きましたね。内側はもう 0.8 畳ぐらいしかないんで6枚ぐらいで足りました。これで内装は完成です。木材の端材が結構余ったんで、ついでなんでちっちゃい机というか棚を作りました。
外はスズムシがギャン鳴きだったんですけど、防音室内にはこの音入ってきてなかったんで、しっかり防音が効いてましたね。クレセント錠をつけた端材がドア枠にいい感じにこすってくれて、しっかり閉まってくれるようになりました。ちょっとね、低音がこもっちゃうんで、こっち側の面だけ有効ボードを貼ろうかなと思います。まあ上半分だけだと思うんですけど、作ります。空気層を持たないといけないので、この幅、こういう風につけて、こっち側にボードがつくような感じで仕上げようと思います。有効ボードは音楽室の壁ですね。ベニヤにたくさん穴が開いてるやつです。有効ボードの裏側に空気層を10センチとか20センチぐらい、もしくは30センチぐらい設けることで、ヘルムホルツ共鳴といって低音が吸収されやすいっていう、そんなのがあるんですよね。まあ有効ボード結構コストかかっちゃうんで、あんま使えないんですけどね、一面だけならいいかなと思って4ミリのを買ってきました。こんな感じで上半分だけ有効ボード 2x4 でつけました。ついでなんで木材買い足して机に作り変えました。裏側の空気層は 2x4 分取ろうかなと思ったんですけど、実際今は18センチぐらい取ってますね。そっちの方が低音の周りがなくなったんで、そのように位置を変えました。使う機材なんかを防音室の中に並べてみました。結構中は暑くなるんで、一応温度計と湿度計、その奥には余ってた小型のアンプですね。で、このスピーカーなんかも家に余ってたやつです。パソコンすら使いたくない時とかって、こういう MTR1 台あるとすごくはかどりますね。マイクと MTR あるだけでナレーションとか取れるんで。このディスプレイも実家に転がってたやつ持ってきて置きました。パソコンは外にあるんで、一応オーディオインターフェースにも接続できるようにもしてあって、DAW ソフトを動かしながらレコーディングもできるし、MTR でもレコーディングができる。で、モニター用にスピーカーが置いてある。そんな感じです。予算が余ったので、防音室の外の壁に木目シートを貼ってデコりました。天井は石膏ボード3枚乗せてるだけですね。一番下だけビスで止まってて、上2枚は重ねてあるだけです。自分で作った防音室の遮音性能を調べたいと思います。で、なんかサイトがあって、これ参考にしようと思って、遮音性能はどうやって調べるかっていうと、防音室の中で楽器とか音とか100デシぐらいのでかい音鳴らして、防音室の壁挟んだ先、外側で何デシベルで聞こえるか、その差が、防音性能になっていきますと。で、遮音等級っていう D 値っていうのがあって、今の DR 値とか言うんですけど、
中心周波数 125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz っていう6帯域。これを鳴らして音圧レベルの差を測定しますと。で、D 値っていうのはJIS 規格ですね。この JIS1992。で、遮音等級。で、これが2000年に改定されたんで、今は DR 値。JIS2000 の DR 値っていうものに変更されていると。D 値イコール DR 値で同じですよってことです。で、遮音性の等級でこういうグラフにできるんですけど、例えば D30、DR30 とかで売られてる、防音室とかがあっても、例えばね、125Hz とかで15デシしか下がんなかったりとかするんですよ。暖房値とか音出すとか。あの辺で全然防音できてないよねっていうのはそういうことで、それでも D30、DR30 で売れちゃうみたいな。だから、目指すところは、ヤマハさんとか、河合楽器さんの防音質なんで、D35 以上は欲しいですね。せっかく頑張って作ったんで。っていうので、一応同じようなグラフを自分で作って印刷して、これ調べたいと思います。デシベル計買ったんで、これでチェックできます。測定の方法としては、この一番弱い扉側、このロス内換気扇とか穴開いてるし、扉って開閉するんで一番防音力が下がるんですよ。こっち側で測定しようと思います。一番弱いところ。今日はもう夕方なんで、ご近所さんの迷惑にならない明日とか日を改めて時間を見つけて測定したいと思います。測定距離としては、ドアから150センチの場所、だいたい1メートルから2メートル取ってくださいって言われてたんですけど、真ん中の150で僕は測定することにしました。こんな感じでデシベル計を置いて、外の音量を測るって感じですね。高さは117センチ。こんな感じでカメラを置いて録画します。
っていう効果測定を3回繰り返してグラフにしてみました。いずれも同じような線を描いてますね。125Hz でマイナス40音圧のレベル差があるんですよ。低音って防音しにくいって言われてて、僕とかベースを弾くんでね、よく知ってるんですけど、扉を小さく作ったからか何なのかはちょっとわかんないんですけど、めちゃめちゃ防音効いてますね。それと 1kHz 付近がマイナス65デシ音圧レベル差あるんですよ。ただここはちょっとやぶさかかなって思います。カメラの映像を見るとそこまで減ってるって思うんで、なんか別の要因でそんな風にデシベル計が動いてしまったのかなって思いますね。なぜかっていうと2キロとか4キロを見ると下がっていってるんですよ。それでも50デシベル音圧レベル差あるんで、これも吸音材とかですかね。壁を3枚ロス内側入れてるからかもしんないですけど、 DR40 付近かなって控えめに言っても、そのぐらいの防音性能がある防音室なんじゃないかなって思います。低音だけで言えば D55 レベルなんで、実際に音楽とか鳴らしてみると低音全然聞こえなくなるんですよ。ここは間違いとかではない、気のせいとかではなくて、実際それぐらいあるっぽいですね。この表は日本建築学会が出してる性能基準なんですけど、うちは戸建て住宅なんで一番下の D40 ってなると運用等級が1級になりました。1級っていうのは日本建築学会の推奨標準、遮音性能上好ましいと、通常の使用状態で使用者からの苦情がほとんど出ず、遮音性能上の支障が生じないっていうレベル。これが防音室の壁だけであるんです。ヤマハさんから出ている防音室、僕が作ったやつと同じ 0.8 畳で、遮音性能 DR40 だとメーカー希望小売価格が107万8000円。このレベルなんですよね。僕が今回この防音室を作るにあたってかかった費用が96,387円になりました。10万円で3000円ちょっとお釣りが来る、それぐらいの金額で作れましたね。せっかくなんで音楽鳴らしてどれぐらいデシベル下がるか外に出てとか聞いてみたいと思います。これも多分10年ぐらい前に作った自作のデモ曲なんですけど、日の目を見なかった曲たちですね。70デシベルが40デシベルぐらいまで下がりましたね。で、全然聞こえてないっす。外が多分40デシベルぐらいなんですよね。これ今網戸です。道路側。こっちの壁側、お隣さんが今テレビつけてるんで音入ってましたけどね。
今70デシベルぐらいで音楽鳴らしてて、外で40デシベルでほとんど聞こえてなかったっていうか、全く聞こえてなかったですね。音が全く漏れてなかった。だいたい DIY って失敗の連続なんですよ。それが今回あんまりなくて、測定結果になったんで、測り方間違えてたりするんですかね。なんかできすぎちゃった気がしました。こういった作業から経験則を持てるので、DIY、ものづくりって面白いなって思ってます。気をつけたところとしては、精度を上げるっていうのは、頑張った方がいいですね。サイズを測って切る。何かをビスで打つ。ある程度でかいものって修正するの大変だったりするんですよ。材料費もかかるし。そういった失敗が今回は少なかったように思いました。やっぱり開口部、扉を小さく作るっていうのが一番でかいような気がします。レコーディングスタジオや練習スタジオにあるようなあれぐらいの鉄の扉で分厚いのを2枚つけるっていうのは現実的に難しいんですよね。それこそ基礎から工事しなきゃいけないみたいな。壁もコンクリとか鉛とか鉄とかそういったものを使って防音する。それは多分家庭じゃできないので、特にうちなんて借家なのでね、重すぎて床が抜けてしまうわけです。でも防音室って需要が高くて、それこそ歌ってみたとか、ゲーム実況、テレワーク、楽器演奏、いろいろ使えるわけで、トランペットとかサックスとか、バリトンは難しいかもしれないですけど、テナーぐらいだったら家の中で練習できるかもしれないですね。割とでっかい音鳴るんですよ。110デシとか。それぐらいのものでも近所から苦情が来ないレベルで防音が成立するのかもしんないですね。石膏ボードと 2x4、ホームセンターで揃う材料。それらで作った防音室で DR40 達成できるっていうのが今回の動画でした。作業としても難しい作業はないです。すべて義務教育で習うような内容。ビスを止めるときは下穴を開けましょうね。電動ドリル使うとき。ノコギリは引いて切りましょうね。そのレベルですね。難しい専門的な技術が必要っていうものは一切なかったです。ですので、防音室が欲しいとか DIY してみたいっていう人は真似して作ってみてもいいかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。